皆さんこんにちは、みほです。いつも動画ご視聴くださりありがとうございます。最近皆さんとお話ししていると、大切な人を亡くして悲しいっていうことと同じぐらい周りに死別後こんなこと言われて傷ついたとか、ずっと仲良くしてた友達なんだけどこれからの関係をちょっと悩んでいるとか、そういうお便りを聞く機会が増えてきました。で私自身そういうのにめちゃくちゃ共感するんですよね。めちゃくちゃわかるんです。でも今の私って人間関係にすごく満足しているんですよ。で友達関係とかも死別をする前より今の方がもっと良質なので、ここにたどり着くまでに私がどういう痛い学びをしたのかと、そういうふうにがっかりするような出来事に、どうやって捉えていったのかみたいなお話をしたいと思います。まず気づかされたことなんですけど、一つ目は多分皆さんも共感していただけると思うんですけど、人って自分が経験したことのない経験に歩み寄るのって難しいんだっていうその気づきです。で多分頭では分かってるんですけど、いざ自分がものすごく大切な人を亡くしてボロボロな状態になっている時に傷つくようなこととか、ちょっとずれたようなことを言われると本当に信じられないような気持ちになりますよね。でそれは私にとっては私が旦那を亡くした経験を話した時に相手の離婚話をずっと聞かされたりとか、婚活している友人にでも結婚したんだいいなとか、あとは一通り話した後にYouTube の仕組みってどうなのみたいな、そういう質問が最初に出てくるで本当に耳を疑うような話なんですけど、私はそれを受けて思ったのは人って至らないものなんだなっていう。でそれは自分も同じで、自分がもし彼女たちの立場だったら同じような反応をしてしまうかもしれないっていう、だから気をつけようっていうそういう気づきが一つありました。死別の辛さって本当に自分がその身になるまでその辛さっていうのはわからない。まるで男性に女性の生理痛の辛さを分かってほしいっていう風に願うようなもの、そんな風に私は今思っています。もう一つの学びはそれまでいかに自分が恵まれた人間関係にいたかっていうところです。で私の旦那はいじめを受けていたんですけど、私はそういう経験は特になくって割と社交的な人間だったので人によくしてもらいながら育ってきたんですよね。でそれが死別をして初めて自分にとって私にとって友達ってなんだろうとか幸せな人間関係ってなんだろうっていうのを本気で向き合うようになった。でいかに自分がそれまで考えていなかったかっていうのがよく分かりました。で今の私にとっての友達、っていうのはやっぱり楽しい話だけじゃなくって暗い話もできる人だったりとか、自分がすごく重たい病気になったりとか余命宣告を受けたとしても会いたい、心地よく会える人だったりとか、私が大切にしているものまで大切にしてくれる人、私にとっての友達の定義って今はそんな感じです。じゃあ幸せな人間関係はって聞くと、私にとっては相手がいかにいい人とか自分に何をしてくれるとかじゃなくって、自分がいかに尽くしたいって思える人間関係かっていうところです。で結構私たちって相手がいい人だからとか魅力的な人だからとかよくしてくれるから認めてくれるからっていうので、そういう流れで人間関係を築きやすいと思うんですけど、私もそうだったんですけど、そうじゃなくって私がいかにその人に尽くしたいって思えるかなので、相手が辛いっていう状況になった時には自分は全てのことを止めてその人に会いに行く情
熱があるかどうかとか、自宅に呼んでおもてなししたいって思うような大切な友人かとか、お誘いを受けたから会うんじゃなくって自分から誘ってまで会いたい人なのかとか、やっぱり相手に対して差し出せるものが小さいってことは相手もそうなんだなっていう気づきがありました。こういう痛い学びを得て今私が思うことなんですけど、大きく3つあります。で、1つは他人は鏡っていうことです。皆さんも聞いたことのある言葉だと思うんですけど、他人は他人じゃなくて自分を映し出す鏡っていうふうに考えています。なので例えばがっかりするような反応を受けた時に思うのは、相手ががっかりな人なんじゃなくって、自分はこういうことにがっかりする人間なんだっていうことなので、本当に全ては自分がどういう人間なのかっていうのを知るためですし、人間関係だったらそれまで自分がどういう人間関係を築いてきて、でもこれからどうしたいのかっていうそういうのを考えるきっかけだったりとか、自分っていう人間を映し出してくれているそういう風に見るようになりました。で、死別自体って特別な経験じゃないんですよね。大切な人がいる人だったら誰でもいつかはその悲しみに支配されるぐらい辛い経験をするんですよね。でも今のその人はその人なりの不幸を抱えて、一生懸命生きているわけなので、やっぱりそこに対するリスペクトはしないといけない。で、そこができないんだったら、それはもう自分に人の見る目がなかったっていう風に捉える。で、今厳しいように聞こえるかもしれないんですけど、私は昔の自分にそう言ってあげたいなって思います。で、もう一つ今私が思うことは、人間関係ってクローゼットの中にある洋服のようなものだなっていう捉え方です。洋服って入れ替わっていくものじゃないですか。季節が変わったりとか、自分の体型が変わったりとか、体型変わらなくても好みが変わったりとか、洋服自体も時間を重ねる中で変わっていくじゃないですか。で、人相手だとどうしても私たち感情的になって手放せなかったりとか悩んだりとかするんですけど、そうじゃなくって洋服って思うなので洋服って思うと割と簡単に手放せたりするんですよ。私たちの時間とかお金とか体力気力っていうのも限られているじゃないですか。だから同じようにそのクローゼットのスペースっていうのも限られているから、本当に自分が心地いいって感じる人間関係を入れる、お気に入りの洋服たちだけを入れる、そういう風に考えるようになりました。で、私たちは本当にもっと人間関係に心地よさを求めていいと思います。で、もしかすると一時的にそのクローゼットがスカスカになっていくような不安とかね、寂しさっていうものに駆られるかもしれないんですけど、必ずその空いた隙間には新しいより上質な人間関係が入ってくるので、なので今もし不安とか寂しさを抱えている方がいらっしゃったとしたら、本当にこれは私が1年9ヶ月経って実感していることなので、大丈夫っていうのをぜひ分かってほしいと思います。で、3つ目に考えることは一番大事な関係に立ち戻ることです。で、私たちにとって今一番自分の力を注ぐべき関係って亡くなった大切な人との関係ですよね。その人とのつながりを感じることっていうのが私たちの多分今の課題だと思うので、そこに立ち返ることです。で、大切な人たちがたくさんいる人生っていうのもとても豊かなんですけど、でも影の側面を見るとそれだけやっぱり期待を受けることになる、それに応えないといけなくなるとか、自分の気遣いが増えたりとか、やっぱり自分の人生を合わせていく。で、その結果自分の人生を生きるっていう観点からは制限が出てくる、そういう側面もあると思うので、本当に私たちが
が大切にしたいって思う本当一人二人でいいんですよね。でその一人は亡くなった大切な人っていうのをいつまでも心の中に持っておく、そこに立ち戻るっていうのをいつも自分に言い聞かせています。私たちはやっぱり社会的な動物なので孤独にはやっぱりなれないと思うんですよね。やっぱり人と影響し合いながらで、自覚の有無は別としていろんな人と支え合いながらこうやって生きているわけなので、自分が感じる寂しさっていうのは本当に仲良くなって、自分の人生を生きるそこに戻る方がよっぽど豊かな人生を生きられる。なのでまず私たちが大切にするべきなのは亡くなった大切な人との関係、で他の人っていうのはその二の次ですよね。で悩んだ時にはクローゼットの中の洋服だと思って意識的に選ぶ。で自分の心地よさを犠牲にしない、それってすごく大事なことだと思っています。はい、今日は死別をしてその後の人間関係で私が学んだこととか今思うことについてお話ししました。でこれって多分経験されていない人からするとちょっとドライというかびっくりするような考え方だったりとかもするかもしれないんですけど、きっと私と似たような経験をされた人だったら分かるって言っていただけるんじゃないかなとそれを信じてお話ししてみました。最後までご視聴くださりありがとうございます。またね。